はい、どうもおはようございます。金融です。本日は11月15日ですね。2ヶ月前くらいにですね、アボカドのハッシュをしたんですけれども、今こういうような感じです。で、15個、当時は15個ポットに、ハッシュをしたんですけれども、4つはね、芽が出ませんでした。ちょっと見ようかな。4つは芽が出ず、こんな感じですね。割れてもないですね。はい。で、あと、朽ちたものと、で芽が出なかったものかな、これとこれは、芽が出なかったものですね。で残りは、綺麗にですね芽が出て、11個は綺麗に芽がこんな感じで出てしっかり出ているんですけれども、はい、ポットがねちょっとちっちゃいので今日はね鉢増しをしたいと思います。はい、鉢増しですね。で、やっぱりこの11個栽培するの大変なので、2つぐらいにねちょっと絞ってやりたいなと思います。一応元気なものを2つ選んで、あとはですね畑に持っていきます。鉢植えはこう2つだけにしたいなという感じです。で一応ですねこの今芽が出てるのは9本あるんですけれども、残りのね2本は、お友達にあげたんですよね。なので、はい、ここには9本しか、ないです。で屋上で栽培してたんですけれども、芽が出た時にはですねこう太陽の光があまり強いとやられてしまうので、一応日陰に持ってきました。半日陰ですね。はい、半日陰といっても結構日陰かもしれないはい、芽がちっちゃいうちは、苗がちっちゃいうちは、こういったところに避難させておくのはいいかもしれないですね。はい、ということで移動していきたいと思います。はい、アボカド少し運びました。今からですね鉢増ししていきたいと思います。で、土を買ってきました。こちらですね。見えますかね。で、鹿沼土、これですね、鹿沼土、あとはこの、家庭芸用の花と野菜の土、これ100円ですね。でこっちがね17リットルでね600円くらいだったかな。鹿沼土、これはね栃木県の、鹿沼地方というところで採れる、関東ローム層の、土ですね。で排水性とか保水性、通気性を、良くするために、ブレンドさせます。この、花と野菜の土と、この鹿沼土をですね今回ブレンドさせます。微量要素少し入ってて、アルミとかね、ケイ酸、マンガン、カルシウム、鉄、マグネシウムとかねいろいろ入ってるんですけれども、そこまでですねこう、気にせず、使っていきます。であとこちらですね有機肥料の、牛糞実り、はい、前回もこれ使ったんですけど、これをね少しブレンドしたいと思います。であまりね、混ぜすぎるとなんか根っこにその影響が出るかもしれないので、今回はちょっとね表面にこう、広いのでそこで鉢が広いのでこれを使っていきたいと思います。はい、で、鉢はですねこれ用意しました。これはねスリットが入ってるスリット鉢ですね。根っこが回らないので非常にいいと、水はけも良くてねいいと言われております。でちょっと高かったんですけど600円ぐらいだったかな。アボカド用で、使うのでこれにしました。スリットイン、これどんぐらいだったかな。9号だったと思います。はい、600円で鉢底にあれを引いて作っていきます。であとココピートも少し混ぜたいと思います。ココピートですね。でアボカドはなんだろうな、 pH が大体弱酸性ぐらいなのでこの鹿沼土入れたら多分ね大丈夫だと思います。これがね大体5ぐらいなので、はい、pH がねいい感じだと思います。それでは早速ブレンドしていきましょう。はい、それではねブレンドしていきたいと思います。はい、ちょっと説明忘れてたんですけどパーライトも買ってきました。米本先生の本にはパーライトも混ぜるよっていうことを書いてあったので一応ね入れたいと思います。はい、これはねいくらだったっけな、300円500円、もうなんか覚えてないです。はい、パーライト、排水性は土壌改良ですね。はい、あと、腐葉土も上にかけたいと思います。もうね買うのもったいなかったんですけど、山に行けばいっぱい落ちてるのでもったいなかったんですけど、一応ホームセンターで揃うやつをね、使うということで一応今回買いました。これねちょっと高かったな。これ500円ぐらいしたかもしれない。これはね鉢の上にこう土の上にパラパラっとかけたいと思います。はい、なんか水をかけるとねやっぱ縮むんですよね。はい、ブレンドです。僕はいつもねここでやってます。はい、ワイルドでしょ、ワイルド。よし、で鹿沼土も混ぜます。半分混ぜます。はい、今混ぜていって、これだよいしょ。
このね、鹿沼土はね、一応酸性弱酸性で、pH がだいたい5ぐらいだと言われているんですけど、これもともとは赤城山っていう山がね群馬県にあるんです。で、そこの、火山灰がですねこう、風化してできたものだと言われております。なのですごい、軽い石ですね。いい感じ。なんか排水性がすごい上がりそうな感じがします。メインの土でねこの鹿沼土を使う人もいるし、酸度、米本先生の本には酸度をね、使うっていうことを書かれていたんですけど、僕は、何でもいいと思います。はい、花と野菜の土でやってます。でハッシュした時はやっぱりその保水性とかがすごい大事かなと思ったので、ちょっと待ってくださいね。一番いいやつをこうハッシュした時はこれ、鹿沼土入れてないんですけど、今回はちょっとね1年ぐらい、おそらく鉢の中に入っているので混ぜます。はい、そして初めて使うパーライト、これもね半分入れます。よいしょ、半分入れます。よし、このくらい。よし、なんか色がめっちゃ綺麗ですね。コピーと入れます。これはココヤシの、殻ですね。はい、いい感じ。すごくいい感じ。根っこに良さそう。はい、こんな感じですね。いい感じじゃないかな。オッケー。ホロホロしてて、よし。そしたら、これに軽石を入れます。スリットが入ってるので別にそんなあんま入れなくてもいいと思いますけど、ちょっぴりだけ入れます。やっぱね水はけがね大事なんですよね。よし、ほい、このくらいかな。いい感じですね。はい。待って、アボカド入れるの忘れてたアボカド入れるの忘れてました。はい、ごめんなさい。よし、危ない、大事なものを忘れてました。はい、アボカドの鉢増しなのにアボカド忘れてた。ちょっとこいつをいきたいと思います。で、11個、9個かな、9個芽が大きくなってですね、かなりこんな状態になっているんですけど、使うのは2本だけやりたいと思います。でやっぱ、1メーターとか2メーターとか行くのでやっぱ家にね入りきらない、ので2つだけ使いたいと思います。かなり根が張ってますね。いい感じ。前回も鉢底を入れたんですよね。根っこが結構張ってますね。いい感じ。あんま崩さないように入れます。はい、ではこれねかなり根っこがいい感じに張ってます。よし、ちょっと待ってね、もうちょっと、やばいもうちょっと入れよう。はい、もうちょっと入れよう。意外とあれだな。よし、いいか。牛糞を上につけておく。よし、こんな感じでいこう。これでいいでしょう。はい。で、鉢なので化成肥料使おうかと思ったんですけど、やっぱやめました。有機資材だけでやろうかなという感じで、頑張ろうかなと。で、あとこれですね、腐葉土入れたいと思います。でこの腐葉土はですね、
土の表面の保護ですね、水をかけると、これへこむんで、ちょっともう本当にキリッキリまで入れてるんですけど、これねやっぱへこむんですよ。今回鹿沼土入れてるのでそこまで大丈夫かなと思ったんですけど、一応かけときます。はい、よし、これでいいでしょう。あとは水をたっぷりかけます。下から出てくるぐらいまでたっぷりかけます。はい、で水を、かけるんですけど、水はね雨水を溜めてた方がいいです。やっぱり水道水とかねこうカルキ塩素とか入ってるので、アボカドのね根っこにあまりよろしくないんじゃないかなと思うんですよ。でアボカドの水耕栽培した時に根っこにねなんか白いねつぶつぶがつくんですよね。多分あれね水道水を使ったら、ああいうようななんだろうな、ああいう塩素がこう固まるんだと思います。はい、それではたっぷり水をあげます。もう僕こっからやるのめんどくさいんでこっからバーってやります。あ、やばい、崩れてきた崩れてきた。一回ね手にバウンドさせて、やばい、はい、ちょっと入れすぎたな、土入れすぎましたね完全に土入れすぎたな、まあいいかなんか僕入れすぎるんですよねいつも。コップとかに水入れて渡す時もね満タンにして入れるっていう癖があるんで、よし。で水はね下からこう水が漏れてくるくらいまで入れたらいいと思います。意外と軽いね。下から漏れてきます。はい、いい感じだな。よし、これで一応鉢増しは完成です。はい、アボカドのですね鉢植え、一応ですね pH だけ確認、しておきたいと思います。で刺してからですね大体15分ぐらい経ったんですけれども、大体 6.5 ぐらいですね。まあアボカドの生育が、このくらいで、が適切だと思うので6ぐらいがですねいいと思います。 6.5、こんな感じです。はい、でね大体1年か2年くらいしてみて、こうなんだろう、木がね大きくなって1メートルから2メートルぐらいになるのかな。でそのなる前に春に1回接ぎ木をしたいと思います。この状態で一応接ぎ木をして、大きくして、この鉢の中で大きくしていきたいと思います。はい、ということで、今回はアボカドの鉢増しでした。で水はけがやっぱ悪いところだとものすごく根っこにね障害が起こるので、そこら辺をちょっと意識して、やってみるといいんじゃないかなと思います。はい、参考になれば幸いです。このチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。